はい、本日は、第37期王位戦予選決勝の村山聡八段対、藤井猛六段の一戦ですね。はい、これはやはり藤井システムでしょうか。四間飛車に振りましたね。これ持ち時間4時間でございます。こうやって玉上がってね、藤井システムじゃないね。この頃はまだ藤井システムは刺されていなかったんでしょうかね。普通に美濃が恋愉快な藤井さんということでね、続いて普通に囲っていきますね。藤井先生らしからぬ指し方ですけれどもね。で穴熊を、ね、目指しましたね。はい、これで7四歩、7四歩ですか。これはこのタイミングで7四歩はあんまり見たことないですね。なんか玉が5一でギンギンと上がるのを急いでからそれで7四歩っていうのは見たことある気がしますが、ここでねつくのは片鱗ですね。 This is 片鱗、予兆が感じられます。でつきまして着々、ここで桂馬ね、薄いけどね桂頭が無難に6六歩と止めましたね。でついて乗ってついて仕掛ける気満々の体勢ですね、振り飛車藤井先生の方は。で飛車を曲がりまして金を上がりましたね。穴熊を組む前にこう金を先に刺して安全に穴熊に潜れるようにするっていうのは居飛車側の常套手段でございますね。金を上がったがここでいきなり突くとどうなるか検討してみましょう。結構怖いところですけどね、お互いに怖いですか。玉が7一なのがどう響くか。はい、6五歩に同歩と取りますと同桂ですよね。で角交換して同桂でここでどう指すか。銀上がるのは3九角でしょうね。これで飛車銀両取りながら4八飛車と逃げた局面が、この局面の形勢判断はなかなか難しいですけど、後手としてはちょっとやりづらいですかね。後々5五角が香と桂の両取りになる上に角を渡すと8二角打ちの狙いが生じてしまうんで、先手も6六銀と上がれない手も十分に考えられますしね。ここは例えば手抜いて5五角で両取りをかけるとか、銀ちょっとこれはやりづらい手ですけど、こう引いておいて5五角と6六歩を狙いにする。で王手してきても寄っておいて、まだ端歩が来てないんでね、この端歩が来てないんでまだ耐えれるかもしれないという、先手としてもいろいろ選択肢がある局面ですよね、6五歩と突かれた場合も。で後手もすぐにはいけないということで自重して金を上がって駒組み。はい、で金を上がってここまで金上がれれば先手も安心できる部分はありますね。いつでも5五歩とついて角道を止める変化も生じているんで、はい、金上がりに4二銀で穴熊、ここで行きましたね。で端角、はい、端角に対して8四歩と突きました。もう手筋ですねこれは。同角ですとどうなるんでしょう。同角に8三飛車で6三飛車と浮いて、同角に6三飛車と浮いて、これで角を大駒は近づけて受けようという格言通りの手ですね。でここで8六歩と突きますと角が狭いんで、そうですね、9七桂成となりまして同香に8三歩と打って
まあ引けば9四歩で、まあ角が積んでいるわけですね。はい。という感じの狙いですかね。8四歩とおびき寄せたのは。で、先手も取らずに8六歩と単につきましたね。で、9七桂成となって、同香と取って、やはり9四歩から角を取りに行きましたね。で、一本一得とばかりに2四歩とついて、同歩で、7五歩とね、ここをつきましたか。ここはあまり尋常ならざる手ですけどね、見た目としては。まあ角はちょっと助けづらいですからね。まあ2二歩と打つような手も一応考えられそうですけどね。まあ本譜7五歩と玉頭を狙って、で8三歩と打ちまして、でここで5五桂と切り返しましたね。でまあこれは、まあ先手も必ず大駒が手に入るという形ですね。まあ角を取れば飛車が取れますし、まあ飛車が逃げても角で取れますし、まあ本譜の同角なら、まあ角桂と角の交換ですけれども、まあ最初に得した桂馬なんで、これで駒の損得がないという形ですね。まあ歩の損得はありますけど、で取って2四飛車と待望の飛車走り、これで4三角とね、これはビーンとレーザービームのような角ですね。で桂取りを受けていると、はい、いかにも藤井町の角ですよね。で飛車成りまして9五歩と端を攻めましたね。で香車取ってポイントを稼ぎます。で9六歩ねで同香と、で同香ですね。はい、で9七歩、同香成、同桂、9六歩、端を執拗に攻めていきます。9九香、ここでね9三飛車と、これは振り飛車なのか何なのかよくわからないような形ですが、ここで香車を打って根元の角を攻めていきました。で9七歩成ですね。同香、はい、ここでいい手が、次の手はすごいいい手ですね。はい、次の一手は8五桂とねきましたね。まあこれは8五桂にはまあ飛車が取れるんですけど、飛車を取りますと、9六桂と打たれて、まあ、9九玉は9七香から9八香成で、まあ角が効いてますんで大丈夫で、まあ9六桂に8九玉と引いても、8七香と打たれて、まあ合駒が飛車角しかないですし、まあ逃げても9八歩と打って同玉に8八香成で、まあこれで両王手で詰みとなりますね。どうやっても王手が解除できませんので、はい、鋭い手ですよね。さすがプロの技という感じですけれども、8五桂に対して次の手もねすごい手ですね。8二角と打ちました。8二角はまあ本譜同玉なんですけど、逃げると、まあ9三角成と取りまして、この時に香車がいるので9六桂という王手が、効かないので、これは先手が大成功というわけで、8二角には同玉の一手で、ここで飛車を取りまして、王手で飛車を取ることに、成功いたしましたね。
そうしまして同玉とで8五歩。そうですね、ここはまあ角が取りになってるんで忙しい局面ですが、先手もねこのスカスカしてて、非常に際どい局面ですね。後手がうまく手を作れるかどうか忙しい局面です。9三香成同玉で8五歩に8六香と、王手して7七玉にね、この局面一見慣れるようですけれどもね、なると、9六飛車という王手馬取りの筋になりまして、9四香と受けるよりないですけどね、ここで9五歩と打っておいて、こうやっておいて先手がさせるということでしょうかね。実戦はなんとここで7六香といきなり打ってきましたね。9八角成とはなりませんでした。7六香という、ただなんですけどこれただなんですけどって言って取って同角とね、すごい駒損してますけど一気に寄せ切ってしまおうという、で9七香と落ちましたね。単に取るよりは一回王手して9四歩と打たせて取った方が得ということでしょうね。7六玉とで5八角と打ちましたね。はい、王手王手には6七桂で7五歩とで同玉と。いや先手の玉は非常に不安定ですが、先手も後手も足が止まると反撃が厳しいので、どう攻めるか。8七香成と捨てまして、同金には6七角成が生じると。8七香成、しかし同金と取りましたね。ここで攻めていっても大した手はないということで受けに回りましたね。ここで7四金と打ちましたか。7四金ってすごいですね。捨て駒ですね。ただですけど、香車とか持ってたらね、7四金で同玉に香車打てるんでいいんですけど、香車もないのに金を捨てるっていうのはどういうことでしょうか。さすがに、しかし本譜取ってないんですけどね、取るとどうなるんでしょう。取りますといきなり詰みとかはなさそうなんで、8三銀と王手しながらこちらの玉を安全にするという作戦ですかね。これで6四成7五成いった時になんか6七角成とかそういう感じでやるということですかね。かなりの非常手段ですね。7四金、しかしここで逃げるっていうのもなかなかすごい手ですね。この金を打たれると相当後手も安全になるんで凄まじい応酬でございます。本譜は7五桂と打ちましたね。はい、ここは7八銀と受けて一回8五金とね王手。一見後手好調に見えますけれどもどうなんでしょう。で金取って同銀、はい。しかし後手も持ち駒が金と歩しかないんでどうかと。6九角成とね、はい。次は歩とかが厳しそうなんで、はい、7六香と攻防の一着ですね。
あ、これはいい手ですね。なるほどなるほど。7六歩を防ぎながらここに利かしてね。しかも7五歩と打たれても同桂と取る形があるっていうのが心強いところですね。7六香がなるほどね。でいきなりガジガジ流ですね。8七馬ガジ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 屋さんですけれども、取って金打って引いて7六ガジで5六角がね、いかにもプロという角打ちですね。で7四歩中合いで6九玉と早逃げですね。で銀成とかじってきて9一飛車8二玉に9四飛車成と、まあこの辺は平凡な攻めですけれども、はい、ここでも早逃げですね。玉の早逃げ8手の得合いとはよく言ったものですね。で、4二香になるとようやく銀を取りましたね。この竜が遊んでいますがそんなの関係ねえとばかりに6七成銀ですね。6七成銀とかじってきて同角同金としてここで持ち駒を整理しますか。持ち駒を整理しまして、はい、ここからがもう先手のラッシュですね。ラッシュタイム。ウーマンラッシュアワーもびっくりの8二銀。はい、ここから一気に即詰みですね。はい、ここは読み切りたいと思います。はい。そうですね。取るとあやったなので逃げて銀でそうですね。だいたい読み切ったと思います。8二銀でまあ本譜6二玉なんですけど8二同玉ですと9三角、まあいろんな詰まし方があると思いますけどね、9三角と打ってまあ8一玉なら9二銀同玉7一角成で秋王手となって済みますね。で9三角に7三玉なら8四角成でまあ引くと竜から8二銀までで6三玉なら7五桂と打って同歩に7四銀で詰みですね。で8二銀に対して本譜逃げましたね。本譜逃げまして7三銀打ちと打ちました。はい、これで本譜は6三玉なんですけど同銀ですと同銀成と取って同玉でまあそうですね、ここでまあ角8二角ぐらいでいいでしょうね。8二角と捨てまして同玉は9三竜でまあ銀とかで王手していけば7三竜でまあ5一に引けませんからね、詰みということでまあ8二角の時にまあ上とかに逃げましても7三銀と打ちまして引けば9一竜で6三玉も6四銀成から引いて入って竜までですね。まあ割といろんな詰まし方があると思いますけどね、まあこれは一例ということで本譜は7三銀に打ちに取らずに6三玉と逃げまして7五桂と打ってこれは同歩の一手ですね。はい、ここで8五角と打ちましたね。まあこれ7四角でも済むんですけど同玉で8四竜で
6三玉に6四竜で、まあ7四角とひっつけて打っても詰みなんですが、まあこの辺は嫌がらせの角という感じですね。藤井先生もちょっとイラッとしたんじゃないですかね。ここに角打たれて、いやここで打たれても詰んでんのになんで離して打つねんみたいな。まあ金と両取りになってる意味もありまして、まあここで投了となりまして村山八段の勝ちとなりましたね。これはなんとも味のある王手でしたね。はい、まあこれも結局7四合駒したら取って詰むんで、同歩に6四竜で詰みということですね。はい、この将棋は、そうですね、この辺の玉頭戦という玉頭戦の攻防が面白くて、そうですね、7四金とかもすごい手でしたね。ただのところに捨てて、しかもそれを取らないという応酬が凄まじかったですが、7六香が非常にぴったりした一手で、あそこからは先手がそうですね優勢な展開だったかもしれませんね。いや飛車がすごいルートで9三まで来ましたけどね、626393と来て、まあ最後はここで取られましたが、途中の8五桂と8二角の攻防もすごくて面白い将棋でしたね。はい、ではどうもありがとうございました。